どうもこんにちは。皆さん楽しいアクアリウムライフはお送りでしょうか。僕も下手くそなりにアクアリウムライフを満喫しております。ただあまりにもすること問題がありすぎて若干挫折しかけております。水槽が苔に侵されたり、苔取り生態を導入したら苔どころか水草まで消えたり、根絶したと思ったスネールが忘れていた頃に湧いてきたり、僕がアクアリウムを始めて一番憎くて忌々しいと思っていた南米プラナリアが立ち上げの水槽に出たり、極めつけはレッドビーシュリンプのポツポツ死です。毎日1匹ずつ亡くなっていって70匹以上はいたんですけど、現在は十数匹しか残ってません。今の水槽に引っ越しさせてからどんどん減っていく一方です。現在の水槽に至るまでの経緯としては、シュリンプとかの水槽の底を移動してる生態ってロータイプ水槽が抜群に合うんじゃないかなと思って、前回動画に使った60センチロータイプ水槽で飼育してました。その時はほとんど死にもしない増えもしないって感じだったんですけど、別に爆食もしなくてもいいし、このままでいいかと思って飼育を続けてました。ただヒドラから始まり勝手に湧いてくるスネール、サンゴ状ゴケ、駆除しても壁面にうじゃうじゃとへばりついてくる南米プラナリアに侵され続ける日々の中格闘してました。で、最終的に苔駆除のために添加したオキシドールで大事に育てていたクリプトコリネが全て溶けたところでぽっきり心が折れてリセットを決意して、現在の水槽に環境を移しました。で、引っ越した直後はホーランのマイラッシュですぐにチエビがいっぱい出てきて順調でした。もうアマゾニアソイルすごいなって思ってました。ただチエビは見るんですけど、そのチエビが大きくなる前にいつの間にか姿を消してすごい増えるっていうことにはなりませんでした。なんで育たないのかなとか考えている矢先にポツポツ死が始まりました。もう毎日水槽で亡くなっているエビを見るたびにもう憂鬱な気持ちになりながら、餌が悪いのかなとか思ったり、水質が悪いのかなと思ったり、いろいろ原因を考えてみたんですけど、結局分からずじまいでした。もうこのままでは全滅間違いなしなんで、とりあえず自分の現在の水槽状況を今一度再確認する意味も込めて環境を公開させてもらいます。まず立ち上げ時期は2月29日で現在5ヶ月経過している水槽です。 30×30×40 のハイタイプ水槽で、照明は寿のフラット LED を使用しています。照明時間は7時間です。低照はプラチナソイルのノーマルを3センチほど引いた後に、その上にアマゾニアのパウダーを1センチ敷いています。フィルターは底面フィルターを外掛けのジェックススリムフィルター M に直結しています。サブフィルターとしてテトラのツインブリラントフィルターを設置してます。レイアウトとしては流木と活着させている南米ウィローモスだけです。とりあえず器具はこんな感じですね。レッドビーシュリンプの導入時期は立ち上げてから1ヶ月半くらいの時です。アンモニアと亜硝酸が検出されなかったこととリセットを機に引っ越しました。管理方法は以前はほとんど足し水でしたが、ポツポツ死が始まってからすぐに水質検査をしたところ、アンモニアと亜硝酸はクリアしていましたが硝酸塩が溜まっていたので1週間に1回水替えしています。餌はミニキューブ赤虫を1つとエビ玉シュリンプフード、シュリンプ用昆布をいずれか1つ、1日どれかをサイクルで給仕していました。現在は個体も少なくなっており、
アカムシは水を汚しやすいと聞くので、固形のフードを半分に割って与えています。ただほとんど残っているような状態です。もう本当であればアカムシを与えたいんですけど、ちょっと水が悪くなるのが怖いんで与えてないです。でまた植物性バクテリア繁殖のためにアルティメットバクターを2日に1回規定量投入しています。これ結構水質浄化作用もあってチエビの餌になる植物性バクテリアも増えるってことで一応入れてるような感じです。というわけでこんな感じの環境になってます。動画に残すことで自分の備忘録としても使えますし、まとめることで現状をより把握できたので良かったです。何か気づいたこととかアドバイスなどあれば教えていただけると嬉しいです。以前の水槽と明らかに違う点は、栄養系であるアマゾニアを使用していること、水草の量が明らかに少ないこと、水替えの頻度を減らしたこと、照明が弱くなったこととかが挙げられると思います。で60センチロータイプ水槽と30センチハイタイプ水槽だとほとんど水量も変わらないんで、そこまで急激に水質が悪化することもないかなと思ってるんですけど、60センチロータイプ水槽の方が低床の面積は明らかに広くなってますね。で今後はアマゾニアを使うのをやめるか、はたまたもうレッドビーシュリンプは飼育しないようにするか考えものですね。レッドビーシュリンプをまだ続けて飼育するのであれば確実に専用水槽にすることになるんで、他の生態は入れられないですし、ぼつぼつ死をなくしつつ繁殖できるような水槽にするにはどうすればいいんでしょうかね。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。